こんにちは。レオチャンネルへようこそ。本日もありがとうございます。2019年11月、カリブ海アメリカ領バージン諸島最大の島、セントクロイ島で活動する動物保護団体セントクロイアニマルウェルフェアセンターは、恐ろしいほど巨大な腫瘍を抱え、歩くこともできずにうずくまっていた犬の救助依頼を受けました。駆けつけた救助スタッフは犬を抱きかかえ、シェルター内にある動物病院へ急ぎました。受付時にマグノリアと名付けられた女の子の犬は到着すると、すぐに獣医師による詳しい検査が開始されました。犬を見たスタッフはもちろん、多くの症例を見てきた獣医師でさえ、そのあまりにも大きな腫瘍を見た誰もが自分の目を疑いました。腫瘍の重さは約 7kg もあり、それはマグノリアの犬種であるアメリカンピットブルテリアのメスの標準的な体重 14kg から 23kg の約半分もの重量があります。ピットブル犬が野良犬であるはずもなく、明らかにマグノリアは元飼い主から、このままでは命を落とすことが分かっていながら路上に遺棄されたのは明らかでした。マグノリアはとても不安だったに違いありませんが、検査の最中も決して攻撃的になることもなく、獣医師や医療スタッフたちに対しとてもフレンドリーに接してくれます。どうして元飼い主はこの可愛くて人懐っこいマグノリアをこのような状態になるまで治療もせずに放置し、無情にも路上に放り出すことができたのでしょう。恐ろしいほど巨大な腫瘍でしたが、レントゲン検査の結果、幸いにも転移の兆候はなく、がんがマグノリアの内臓や体の他の場所に広がった形跡はありませんでした。医療チームは切除手術を決断。しかし、腫瘍はとても大きく、長時間の手術になります。これだけ大きな腫瘍を切除するには、大量出血やその他の合併症が起こる大きなリスクが伴います。場合によっては、手術を行うことによりマグノリアを失うことになるかもしれません。セントクロイアニマルウェルフェアセンター専任の女性獣医師メハリック医師は、手術のリスクを減らすため保健省のスプリンガー博士に手術の協力を求めました。数日後、専任医師のメハリック医師と駆けつけてくれたスプリンガー博士によるマグノリアの手術が行われることになりました。医師チームはマグノリアの心臓と肺の近くの繊細なポイントに注意しながら、胸壁から巨大な腫瘍をゆっくりと切り離し始めました。医療スタッフは常にマグノリアのバイタルサインを注意深く監視し、様々な合併症に対処するために必要に応じたアプローチを行えるよう待機しました。困難な手術はスタッフたちに時間の感覚をなくさせ、まるで永遠のように長く感じられました。約 7kg もの腫瘍をなんとか切除した後、メハリック医師とブラウン博士は、さらに筋肉と縫合組織を再構築する必要がありました。手術中、突然、病院内で停電が発生するという大きな危機が訪れましたが、発電機によるバックアップで再開、約2時間で切除手術を終えることができました。腫瘍が早い段階に発見され、切除されていれば、これほど大きくなることはなかったでしょう。しかし、マグノリアの飼い主は、次第に大きくなる腫瘍を見ても、病院に連れて行くこともせず、やがて腫瘍が大きくなりすぎた彼女を見て、路上に放り出したのでしょう。久しぶりに恐ろしい腫瘍の重みから解放されたマグノリアは、彼女のベッドで、幸せそうにいびきをかき、ぐっすりと眠っています。
明くる日、マグノリアは術後の夜を乗り切り、無事に目を覚ますことができました。まだ自分に何が起こったのかわからず、少し不安そうにしています。手術から1日後のマグノリアは、かなり心配な状態が続きました。自分で食べることができず、スタッフがフードを食べさせなければなりませんでした。明らかに元気がなく、白血球の数値は高い状態で、感染を示しています。スタッフは、マグノリアをなるべく早く退院させ、一時預かりの里親家庭で通院を続けることを望んでいましたが、彼女はまだとても弱々しく立ち上がることさえできません。しかし、彼女が何ヶ月も運んできたであろう、約 7kg もの腫瘍を取り除く、大きな手術を終えたばかりであることを考えれば仕方ないことです。医療チームは様々な検査を続け、薬の変更や量を増やし、マグノリアに点滴を始めました。手術から2日後、マグノリアは立ち上がることができるまで回復しました。犬たちの素晴らしい回復力にはいつも驚かされます。切除された腫瘍サンプルは検査機関に送られ、幸い良性腫瘍であることが分かりました。この知らせを聞いた獣医師はもちろん、スタッフたちは大喜びしました。しかし、油断は禁物です。彼女は大手術を生き延びましたが、まだ長い治療期間が待っています。数日後、大好きなスタッフと一緒に病院内を散歩できるまで元気に回復しました。回復が進むにつれ、治療から次第に心と体のリハビリテーションへと移っていきました。理学療法士は体力と運動能力を取り戻すためのリハビリプログラムを開始しました。マグノリアはまだ心に負ったトラウマから抜け出していません。巨大な腫瘍を背負ったまま、神事高い主から見知らぬ場所に放置された。彼女の気持ちを思うと、胸が張り裂けそうになります。しかし、スタッフたちは希望を持っています。過酷な状況にあった時でさえ、マグノリアは生きることを諦めていませんでした。素晴らしい性格を持った可愛らしい彼女には、必ず素晴らしい未来が待っています。マグノリアは次第に心と体のトラウマから抜け出してきたように見えます。長い時間、病院内を散歩し、病室への階段を何度も上り下りすることができ、よく食べ、自分の周りの世界にとても興味を示しています。スタッフたちはマグノリアの気分を高揚させ、人間への協調性を取り戻すために、食べ物やおもちゃを使い誘導し、彼女の遊び心を刺激するように努めました。おもちゃに触れ、スタッフと遊ぶたびに、マグノリアの瞳は輝き、元気に尻尾を振るようになりました。遊びの時間は、身体の回復だけでなく、人間への信頼と、本来持っていた、可愛らしい性格を取り戻させました。大手術から10日が経過、マグノリアは退院し一時預かりの里親さんの家に移動。新しい飼い主さんの元へ旅立つための様々な養育プログラムを受けることになりました。里親さんとの生活は、マグノリアにさらに素晴らしい変化をもたらしました。彼女の歩みは力強くなり、そして常に笑顔を浮かべているようにさえ見えます。ほんの10日ほど前、マグノリアはセントクロイ島の観光地、マホガニーロードに捨てられていたのを発見されました。セントクロイアニマルウェルフェアセンターに保護されたマグノリアは、
巨大な腫瘍を切除する手術を受け、素晴らしい回復を遂げました。里親さんのジョーさんとマリッサさんは、マグノリアが過去にひどい経験をしても、今では再び人間を愛し、常に一緒にいたいと感じているようだと話しています。マグノリアは退院後も抗生物質や鎮痛剤などまだ複数の薬を服用しています。また切開した箇所のドレーンからは皮下にたまる血液やリンパ液水分を排出し続けています。未だ回復は万全ではなく、マグノリアはすぐに疲れるようです。しかし食欲旺盛で短期間での回復は信じられないほど素晴らしいものです。マグノリアは里親さん宅から定期的にセントクロンアニマルウェルフェアセンターを訪れ、治療を継続しています。マグノリアは団体の人気者で、彼女がやってくると多くのスタッフたちが挨拶にやってきます。マグノリアの治療や入院費、その後のケアには多額の費用が必要なため、団体では自身の SNS で寄付を募ることにしました。すると、マグノリアのためにと多くの人々からの寄付が寄せられ、それは費用のほとんどを賄うほどでした。マグノリアはその後も里親さん宅で順調に回復を続けました。まだ抗生物質を投与しており、体液を排出するためのドレーホースをつけています。来週に避妊手術を受け、その後正式に飼い主さん募集を行う予定です。そしてマグノリアが救助されてから1ヶ月が経過した2019年12月26日、マグノリアは最高のクリスマスプレゼントを受け取りました。団体のスタッフたち、そしてマグノリアが求めていた彼女の永遠のお家を手に入れたのです。現在、マグノリアは新しい家族と共に愛と幸せに満ちた日々を過ごしています。彼女の笑顔と元気な姿は、救助に関わった全ての人々にとっても何よりのプレゼントとなりました。これからもマグノリアはたくさんの愛を受け取りながら素晴らしい未来を歩んでいくことでしょう。彼女の新しい家族と共にこれからの人生が幸せと愛に満ちたものでありますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録いただければとっても励みになります。よろしくお願いします。